インドといえば、皆さんはどんなイメージを抱いていますか？カレーが美味しい、人口が多い、ガンジス川、多彩な文化と歴史などなど、近年では IT に強いイメージもありますよね。例えば、誰もが知っている大手 IT 企業である Google、マイクロソフト、IBM、Adobe の CEO はすべてインド人であり、他の産業でもトップや幹部がインド人という例は少なくない。優秀な IT 人材はインド出身者が多い理由は何だと思いますか？もし、それが実はインドならではの宗教文化と関係があるかも、と言ったら、それはすごい興味深いお話だと思いませんか？皆さん、こんばんは。あなたの睡眠をサポートするチャンネル、枕元の寝かしつやです。今回のテーマは、インドの宗教文化とカースト制度です。この動画は、インターネット上から収集された情報をもとに制作しております。必ずしも正確な情報を提供していると、保証するものではございません。どうぞご理解の上、動画をお楽しみいただければ幸いです。インドは仏教国家としてのイメージも広まっていますが、実際には宗教人口を考えると、ヒンドゥー教が圧倒的な存在です。ヒンドゥー教徒は、インドの総人口の 80% 以上を占め、周辺国のネパール、バングラデシュ、モーリシャスなどを含めれば、その数はなんと12億人以上にも達します。ヒンドゥー教はインド社会、文化、日常生活に深く根付いており、インドの宗教的なアイデンティティと密接に結びついています。ヒンドゥー教のルーツは、古代のバラモン教に遡ります。バラモン教は、祭祀と宗教的な儀式を中心とした古代インドの宗教であり、インドの各種の民族宗教民間信仰が加えられて、徐々に様々な人の手によって再構成されたのが現在のヒンドゥー教です。カースト制度も古代のバラモン教の経典であるリグベーダに初めて言及されています。最初はインド社会を機能的に分けるため、バラモン、ルシャトリア、バイシャ、シュードラという4つの主要なカーストを設け、それぞれの役割と責任が定義されていましたが、時間とともに複雑化し、厳格化しました。カーストには職業や生活様式が関連しているため、属しているカーストによって、それぞれつける職業が決められています。さらに、カーストは生まれつきのものであり、親から子へと継承されます。このため、個人は自分のカーストを選ぶことはできません。カーストは血統にも関わるので、結婚や社交においても、同じカースト内で行われることが多いです。この生まれつきの所属により、社会的地位や機会は制約されます。いわば、生まれる前から運命が決められているようなもの。カーストの階層構造。最上位。バラモン。最も上位に位置するバラモンは、最も神に近い存在とされており、宗教的指導者としての役割を果たします。教育、祭事、占い関係に携わる仕事はバラモンが務めます。バラモンはインド社会で最上位のカーストに属しているため、様々な優遇措置を受けられます。例えば、税金免除や死刑免除など、というよりバラモンは神聖不可侵な存在とされており、刑罰されることも滅多にないでしょう。さらに、バラモンに貢ぎ物を差し出せば、来世はもっと上級なカーストに生まれ変わるなどのご利益があるとされ、バラモンの生活は常にウハウハです。でも身分が高いゆえに、ベジタリアン元首、
離婚禁止などの制限もそれなりにきつく決められています。第2層、クシャトリア。このカーストは、インド社会において、王族、軍人、統治者、官僚などの役割を果たす階級として位置づけられています。国家の統治、戦闘、行政、法律の執行などの責務を担う存在は、このカーストに属している。つまり、国家のトップでさえ、階級的には、バラモンの下という位置づけになります。仏教の創始者である釈迦も、出家前は王子だったので、クシャトリアでした。第3層、バイシャ。主に商業、手工業、農業、牧畜などの経済活動に従事する人々で構成されています。いわば庶民です。地位はバラモンやクシャトリアより低いが、カースト制度内での役割が商業や生産活動に特化しているので、インド社会において経済的な発展と貢献に焦点を当てたカーストとして知られています。成功したビジネス家や実業家がバイシャ出身であることも珍しくはない。第4層、シュードラ。カースト制度において最も下位の階級とされ、一般的に農業労働者、手工業者、サービス業者、清掃労働者など、社会的に低い地位にある職業に従事しています。彼らは差別的な扱いを受けることが多く、公共の場で他のカーストとの接触を制限されたり、ヒンドゥー教徒にもかかわらず、ヒンドゥー教の行事や儀式への参加も制約があります。近代以降、インド社会での社会的変遷が進み、シュードラ階級や他の社会的に弱い階級の人々に対する差別的な慣行が法的に禁止されましたが、実際の社会においては、カースト制度による差別が根強く残っている場合もあります。バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラの4階級を合わせて、カースト制度の中ではバルナという社会的カテゴリーに分類されております。バルナを持たない人々は、部下職民と書いて、アウトカースト、ダリットと呼ばれます。字面からして、接触すら許されぬ存在とされ、彼らこそがインドのヒンドゥー教社会における最下層な存在であり、被差別民になります。総数は約2億人と推計されています。ダリットの多くの職業は、インド社会において、汚れとされ、社会的に忌避される仕事に関連しています。汚れとは、ヒンドゥー教の宗教的な概念であり、死、産、地、体からの分泌物といった不浄なものに関連付けられています。例えば、トイレの掃除、ゴミの収集、川なめし職人、死体の取り扱いなど、このため、ダリットは社会的に敬遠される存在として知られ、公共の場で他のカーストから隔離されたりすることが一般的でした。ちなみに、ダリットとは、壊された民、ブロークンピープルという意味を持っている。宗教文化と IT 大国の関連性。冒頭で話していたように、この根強く残る宗教文化、カースト制度と、インドが IT 大国であること、一体どんな関連性があるか、少しはヒントが見えてきたのでしょうか。先ほども触れましたが、バラモンは宗教指導者のほか、教育関係も司る存在です。つまり、他のカーストがどんな教育を受けられるか、決めるのもバラモンの仕事になります。そうなると、階級が下に行けば行くほど、受けられる教育が限られてくるし、第4層のシュードラと、その下級になるダリットに関しては、もはや教育を受ける機会もないかもしれません。近年、
インド政府と社会的機関は、シュードラとダリットの権利を保護し、社会的統合を促進するための政策を実施していますが、依然として多くの課題が残っている現状です。たとえシュードラとダリットが自力で勉強して知識を手に入れ、エリート級の逸材になったとしても、学者や教師になることはできない。それはバラモンの仕事だからです。しかも、カーストは世襲制のため、シュードラやダリットの子は次の代も、その次の代も、ずっと同じ階級で上のカーストに上がるには、根性で徳を積んで、来世に期待するしかないので、下級カースト出身は教育を受ける機会もなければ、職業を自由に選ぶこともできない。人生逆転を狙うのは、来世に託すしか手段はありませんでした。しかし、IT 産業は近代の産業なので、当然4000年も前の古代インド時代に発祥したカースト制度には管轄されていない分野になります。つまり、シュードラやダリットなど、生まれ持ったカーストに生活や社会活動が制限された人々は、死ぬ気で努力をして知識を得て、IT 産業に参入すれば、高い収入と地位を手に入れることができます。さらに、インドは昔イギリスの植民地であることもあり、英語はヒンディー語に次ぐインドの準公用語になる背景も活かせるため、欧米の IT 企業に進出しやすいし、スカウトもされやすい。以上の理由から、インドは IT 大国に急成長したと考えられるのです。カースト制度は、インドの歴史と文化に深く根付いていますが、現代のインド社会では、社会的な変化が進行中です。IT 産業などの現代の分野では、スキルと才能が評価され、カーストに関係なく成功するチャンスが広がっています。未来のインドは、多様性を尊重し、すべての市民が平等な機会を享受できる社会を築くために前進していくでしょう。さて、本日の動画はここまで。最後までご覧いただき、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。チャンネル登録と高評価、グッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。では、おやすみなさい。